北海道人なんでシャリの量の倍いくら乗せないと気が済まない軍艦の意味って形なんですよね。おお、やっぱキューベイさんに感謝ですよね。確かに。最近までずっとちょっと火入れてたんですけど、カスゴこれ生で食って美味しいって気づいたんですよね。何もしなくても美味しい魚なんですよね。これ絶対カスゴって分かんないですね。分かんないですよね。全く分かんないです。料理が好きとか寿司が好き以上にお客さんと毎日楽しくというか、楽しいしかない空間じゃないですか。寿司なんてハッピーしかない空間じゃないですか。そこがとにかくいいですよね。大将は学生の時なんかスポーツとかやってたんですか？やってましたよ。野球ですか？茶道部です。いや、嘘でしょ。寿司っていうものは、はい、お米やっぱメインだと思ってて、魚基本的には調味料だと思ってるんですよ。とにかく綺麗系を目指してるんですよ。そこを楽しんでもらえるお米料理かな。楽しい、美味しい。水天宮前の路地裏でひっそりと店を構える若きサラブレッド寿司職人が握る注目の新栄店。札幌の有名寿司店を実家に持つ28歳の若大将が毎朝豊洲市場で目利きした旬の魚を最高の状態で提供する。この日は昼に訪問し、握りを中心に用意していた全てのネタを制覇。豪快で男気あふれる若大将の人情とこだわりに満ち溢れた江戸前寿司は必食の価値ありです。最初ビーツと冬瓜のすり流しです。あったかいもので胃を整えてから生ものの方に入らさせていただきます。うわ、確かに和風ですね。すごい。そうですそうです、色だけちょっと赤いんですけど、美味しい。ありがとうございます。今からちょっと外でわら焼きにするんで、完全無農薬のわらをもう天日干しでもうカラッと揚げてもらって、煙も少ないんですよね、このわらで。乾燥がしっかりされてるんで燃え方もめちゃくちゃいいんですよ。ほわっほわになるんですよ。タチウオです。いや、ほんとなんか炙りの色のつき方がちょっと違う。うわ、うまおっす。い。口どけもすごいですね、これ。めちゃくちゃいいですよね。うまっ。炙りの藁の香りとなんか焦げ目、はい。うわ、すごいなんかワイルドなんだけどお上品というか大将みたいな。お上品さしかないですよ、僕は。いやいや、逆でしょ。逆だろ。ワイルド。どちらかというと逆。あんまり撮影中なんで絡まないでいただいて。寿司屋の正勝っていうのは、はい、大将のお名前ですか？あ、そうです、名前です。正斉勝さん。藤正勝です。ご実家がお寿司屋さんなんですか？実家寿司屋です。ご出身はどちらで？札幌すすきのです。お父さん今も現役で？現役ですよ。なんていうお寿司屋さんですか？寿司屋の斉藤っていう店です。寿司屋の斉藤で息子さんが寿司屋の正勝。あ、そうです。勝手に寿司屋のもらっちゃいました。これ自分食べたいよね、これ食べたくないよねっていうのを徹底的にやってます。とにかく食べたくないものは買わないですし、食べたかったら損してでも買うようにしてますね。東京でやるってなった時に、はい、この茅場町とかこの辺りっていうのはあったんですか？上野からはい。銀座の間だったらどこでもいいかなと思ってて、銀座ちょっと高かったのと、一軒家の物件が良かったんですよ。もう酒が好きなんで、2階にお酒をいくらでもストックできるじゃないですか、一軒家だと。なるほど。それがやっぱ一番大事にしましたね。正勝さんは、はい、営業スタイルでいうと昼も夜もやってるんですか？やってます。それぞれお任せの内容っていうのは？まあ何でもできるんですけど、基本は昼握りだけだと12,000円で、つまみからだと、夜と同じなんですけど24,000円ぐらい大体。プリップリで、うわ、うまそう。いや、うまいっすね、進化。うまいっすよ。ちょっと脱水させてるんですよね、これが
片身2缶サイズ、ちょっと大きい。ちょっと大きいです。高校生これがまあ高校生ぐらいです、ね、高校生ぐらいですね。全然違う。違いますよね。多分ですけどスミイカシニカの時期ってサイズ感小さいから網で取っても暴れないから身がブリッブリできるんですよね。これあ大きくなると産地によってはいっぱい取っちゃうんでくたくたになっちゃうんですよ。あ、今のスミイカはどこ？泉？いや今日のは江戸前なんですよ。江戸前、東京湾。赤いからです。剣先。これ九州ですか？九州で。まさかのイカ3貫からスタート。最高のスタートダッシュ。美味しい。うまありがとうございます。い。いや、うまいわ。本当にうまい。熟成赤酢、短期熟成赤酢、米酢って感じです。3種類。お酢自体は毎日変えてます。塩梅を書いてると。販売を今日のメイン食材に合わせていく感じですね。今日は僕の中のメイン食材っていうのはイワシ、サンマ、イカあたりなんですよ。それに合わせた感じで合いそうな感じで用意した感じです。お酢を一回揮発させちゃうんですよ。気圧っていうのは沸騰させてお酢飛ばしちゃうんです熱するんだ。で味だけ残してそこで最後炊き上げるんですよね。だから炊き切れてないお米を熱湯でもう一回炊くみたいなはでまとめるんですよ。あ。へえ。愛知県豊浜です。愛知。これ半身ですか？いや、一尾です。一尾。はい一尾漬け。あ、そこ2枚重なってるのか。サイズがジャストっすね。やっぱこのサイズだからいいんですよ。で骨も抜かないからあ、そうなんだ。感じないじゃないですか。感じない。骨も抜かないから身がピシッとしてて食感もあるし、ボソボソしてないから下の当たりもいいんですよね。トゥルッと入ってくるじゃないですか。馴染みます。それが大事なんですよ。舌と一体化する味わい。鮮度が良くないとダメなんですよ。であと仕込み途中でも絶対にその水に当てないというか、もう常に氷で冷やしながらが超大事ですね。すぐにやっぱり弱くなっちゃうんで、美しい。イケメンですね、このサンマ。ありがとうございます。対象ではないです。いや、うまいっすね、寿司。サンマうまいっす。タイミングが良かったんじゃないですか。僕もやっぱ仕込んでてテンション上がってきますもんね、だんだん。お、始まってきたぞみたいな食材がいっぱいあるんで寿司は季節大事にしなきゃいけないです。季節大事にしすぎて今日マグロないです。逆に面白いです。すいません。高めです。薄く切って3枚重ねですか？そうですね、今日はおしゃれだな。サイズが大きかったんで。想像以上に脂ありますね。めちゃめちゃあります。後半すごい広がる。すごい嬉しいな。そう、最近までずっとちょっと火入れてたんですけど、カスゴこれ生で食って美味しいって気づいたんですよね。こう見るとカスゴって分かんないわ。わかんないですよね。分かんない。皮取っちゃうとこんな透明感あるんですね。そうなんですよ。締めるから白くなっちゃうんですけど、なるほど。これね、何もしなくても美味しい魚なんですよね。昔はもっと弱い魚だったんだと思うんだよね、魚自体。そう、今すごい寿司屋さんも大事にしてるから、カスゴを。カスゴの鮮度っていうのが豊洲市場内でめちゃくちゃ上がってる感じがしてて、ってなるともう水分も水っぽくもないし、凝縮された美味しいタイみたいに なってんのよ。だったらもう何もしない方が良さが出るんだよね。そう、これ絶対カスゴって分かんないですね。分かんないですよね。全く分かんないです。うまっ。美味しいですよね。脂ある。そうなんですよ。ふっくらしてる。そうなんですよ。なんでこの謙虚っていう言葉を飾ってるんですか？ああ、父親から君に一番足りないものだから大事にしなさいよって言われておお、掲げてます。何度とかあるんですか？もうほぼ100度です。100度。これ
要は皮が剥がれやすくなるみたいなことなんですか？筋が火入れたらそうなんですよ。やっぱ筋が気になるからバラしたいみたいな。そうまさにそうですね、はい。醤油だけだと濃すぎるんで、醤油とお水と酒ですね。出来たての新イクラジュース。いや本当そうですね。すごい最適な表現をありがとうございます。イクラジュース、そこを目指してます。飲み物。卵かけご飯のイメージにしたいんですよね、イクラを。今日これでいこうっていうラインナップは、スタメンはどうやって決めてるんですか？スタメン決めてないですよ、だからお毎日市場で決めます。美味しそうなやつ全部買ってきます。決めちゃうとそれが良くなくても買わなきゃいけない気持ちになったりするじゃないですか。それが嫌なんで。なるほど。フォルムやばい、イケメンすぎる。ありがとうございます。大将のことではないです。すいません、間違えました。ちゃんと食感がこう角がある感じ、パキッとしてる。ちょっとデカめな小肌。はい、この時期は新子もいいんですけど、小肌も脂が乗る時期なんで。松葉さんシャリうまいっす。ありがとうございます。シャリもうまいっす。めちゃくちゃ味の素入ってるんで。いや嘘でしょ。まあお酢も味の素やもんですからね。うわ食べ応えすごい。塩割と弱めで、結構酢で仕上げるようなイメージでやってますね。酸っぱうまい小肌ですね。そうですね。美味しい美味しい。食べた瞬間に反応するじゃないですか。それなんですよね、本当に美味しいものって噛んで良くなるのもあるんですけど、スタートの良さと噛んでからの良さってまた別じゃないですか。口に入れた瞬間からもううまっていうようなお寿司がやっぱり理想ですか？そうですね、僕臭い寿司が嫌いなんで、とにかく綺麗系を目指してるんですよ。小柱。シンプルにうまい。うわ北海道人なんでシャリの量の倍いくらのせないと気が済まない。うまい。うまいっすよね。いや確かに海苔が入るとまたいい。やっぱ海苔が入るのも大事なんですけど、軍艦の意味って形なんですよね。一口で米とイクラの倍ぐらいの量のイクラを食べるともうマリアージュなんですよ。これイクラ丼にしてもやっぱ米がいっぱい入ってきてイクラって乗んないんですよね。だからこの形に意味があると僕は思いますね。やっぱキューベイさんに感謝ですよね。確かに。ウニすっごい濃いわこれ。めっちゃ味濃いですね。利尻の産地がいいですよね。小柱、イクラ、ウニの軍艦3連チャン最高でした。うまっ。大将は学生の時なんかスポーツとかやってたんですか？やってましたよ。野球ですか？茶道部です。いや嘘でしょ。テニス部です。本当に？本当です。みんな僕がテニス部って言った瞬間笑いますもん。腕置きの冷やし、軽冷やし。軽冷やし。食感と一緒に楽しむ感じ。なんかこれもでも正勝さんっぽい一貫ですね。いやだからシンプルでいいんですよ。エビのその茹でたての香りって僕はもんわりしてるというかまとまりがない感じがするんですよね。それを一本線通すのにやっぱ冷やすっていう仕事は必要なのかなと思いますね。
ほんとさっとっすね。砂糖です。一番だしで入れると思います。あ、だし。うわこの弾力がたまらない。やっぱクエらしさが出ますよね。僕の表現だとこのクエが今日一番なんか料理っぽいです。ああ、お寿司だ。お寿司は絶対そうです。料理です。だし使ってすだちと味の複合性もありますし、火も入ってますし。ホッキたまらんわ。香りやばい。いや好きって言うからね。ホッキ貝を2貫出しされたの初めてですね。うわ、ホッキうまいっすね。ありがとうございます。うわ、熱っ。すごいなんかクリーミーな味がする。炊くときに生クリームと一緒に炊くんですよ。いや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 。クリッと感とクリーミーさが共存するかしら。しっかり昆布ですね。どれぐらいですかこれ。丸1日ぐらいです。美味しい。丼を一口食べるような感覚。うわすごい組体操。どさんこ巻きや。どさんこ巻きです。バター醤油がちょっとなんかマヨネーズっぽい感じになるというか。それはお酢と油っていうのがマヨネーズじゃないですか。だからマヨネーズの原料を別々に食べてるんですけど、口の中である意味乳化されるというか、であったかいんで確かにそのよりぽさも出ますよね。でも旬をすごい楽しめる。そうですね。やっぱ旬はすごい意識してます。穴子とかも今の時期取れてるやつをどこまで美味しくできるかって言ったら、炊いた後にさっき蒸し器で1時間ぐらいずっと蒸してたんですけど、そしたらもうとろっとろになるじゃないですか。美味しいじゃないですか。美味しかったです。それでいいんですよ。なるほど。